皆さんこんにちは、鶴巻まきです。今日は剣士を遊んでいきましょう。ですが普通の剣士ではありません。すべてのステータスがマイナス100の剣士です。運動能力が低いので走ることはできませんし、労働してもうるさい音を立てるだけで何の成果も得られません。少し殴られただけで死んでしまいますし、運よく生き延びれたとしても、治療をすれば余計に傷が悪化して死にます。こんなステータスのキャラクターでスタートしたらどうなるのでしょうか。今回はそれを確かめるため、このマイナス100スタッツスタートで、全てのステータスがマイナス100のキャラクターを操って、100日間遊んでみたいと思います。スタート、それとなく冴えない感じにキャラメイクしていきましょう。ヒゲはちょっとだけ生えてて、髪型は、これなんて良さそうです。体型はなるべく細く作っていきます。風が吹いただけで骨が折れそうな感じになりました。名前はザコマン。それでは冒険の旅へレッツゴー。1日目、何から手をつけましょうか。まずは着るものが欲しいですね。あの服とか良さそうです。喧嘩を売って店の人に倒してもらいましょう。1日目、まずは着るものが欲しいですね。あの服とか良さそうです。喧嘩を売って店の人に倒してもらいましょう。足が遅すぎて無理ですね。せめて移動くらいスムーズにできるようにしましょうか。というわけで筋トレします。全然筋トレには見えませんが、ほぼ裸なのに重量オーバーのザコマンにはハードな筋トレです。2日目、ちょうどいいところにダンベルが落ちていました。これで筋トレの効率大幅アップです。そして筋トレをし続けること3日。ザコマンが倒れてしまいました。どうやらお腹が空きすぎて気絶してしまったようです。ですが食べ物を買おうにも手元には69キャットしかありません。仕方がないので近くの小屋から売り物を仕入れてお金に換えます。これで食べ物を買うことができます。3日ぶりのご飯です。あまりのうまさに失神してしまいました。その後も筋トレをし続け、5日目、ついに筋力が0まで上がりました。ようやく振り出しか、これで走ることができます。筋力は上がったけど運動能力は低いままでした。というわけで今度はダンベルを持たずにバーの中をうろついて運動能力を上げます。7日目、やっと運動能力が0になりました。見てください。あの虚弱体質のザコマンが地面を蹴って走っています。これでようやく快適に移動ができるようになりました。ですが打たれ強さが低いままです。このままでは少し殴られただけで死んでしまいます。なので今から足をちぎろうと思います。というわけでベインのハイブ村に来ました。ここで格安の義足を購入しまして、マップの真ん中にあるデッドランドへ向かいます。ここではサンセールが降っているので、ザコマンの体がどんどん溶けちゃいます。さらに下駄を脱いで、裸足で酸性の地面を踏むことによって、効率よく足を溶かすことができます。倒れてしまいましたね。どうやら足が傷ついて立つことができないようです。もうすぐちぎれそうですね。よし、無事に足がちぎれました。激しく出血していますね。さっき買った義足をつけましょう。これで傷口が塞がったので、しばらくすれば出血が止まるはずです。出血多量で倒れてしまいました。まあ、寝ていれば回復するでしょう。8日目、気絶から回復したのでハブへ戻ります。せっかく走れるようになったのに、格安義足に変えたせいでまた走れなくなってしまいました。のろのろと歩いていると、野党が襲ってきました。こういう時は足を外して死んだふりすれば、許してくれます。そしてまだ近くに敵がいる状態で起き上がると、打たれ強さが上がります。このために足をちぎる必要があったんですね。普通は殴られて打たれ強さを上げるものですが、殴られたら死んでしまうくらい打たれ強さが低いので、こうでもしないと上げられませんからね。野党に襲われるたびに足を外してやり過ごし、9日目、ハブに帰ってきました。ここでやることは一つ。そう、服の入手です。というわけでバーのチンピラにリベンジマッチを挑みましょう。そして足を外す。よし、バーのチンピラが店員に襲われ始めましたね。あとは寝ているだけでやっつけてくれるって寸法です。これで服が手に入りました。このダスターコートがあればサンセールもへっちゃらです。というわけでお次は、このダンベルと化したチンピラで筋トレをしながら、レッドランドの中心にあるブラックデザートシティへ、性能のいい義手をもらいに行きます。11日目、ブラックデザートシティに到着しました。早速義手屋さんに入りましょう。買うお金はないので、その辺の箱に入ってるものを適当に盗むことにします。ですが、盗みの成功率マイナス110%。これでは盗めませんね。なので今から窃盗のトレーニングをします。まずは直置きしてあるアイテムを盗みます。窃盗スキルが少しだけ上がりました。そしたら盗んだアイテムを捨てまして、拾い直します。すると窃盗スキルがまた少しだけ上がります。あとはこれをひたすら繰り返すだけですね。拾って、捨てて、拾って、捨てて、12日目、窃盗スキルが73まで上がりました。箱の中身を盗める確率は 100% を超えていますね。それでは義足をいただいていきましょう。店員の目の前で盗んでも大丈夫です。だって足を外せば何もしてこなくなるから。そんなわけで熟練品質のスカウトレッグ両足分と隠密用にステルスレッグも両足分いただいておきました。とても快適に移動ができるようになりましたね。これで並大抵の野党には追いつかれないでしょう。
ベインのハイブ村までやってきました。大量なハイブがいますね。さっき、近くに敵がいる状態で起き上がると打たれ強さが上がると言いました。つまり彼らが敵だったとしたら、打たれ強さを上げられるわけです。というわけで喧嘩を売ります。これで全員敵になりました。あとは足を外して気絶して、起き上がるのを繰り返せば、ぐんぐん成長しますね。この調子でどんどん鍛えましょう。13日目、打たれ強さが100になりました。ですが何度か殴られてしまい出血しています。医療がマイナス100のジャコマンが治療をすると幹部を完全破壊して死んでしまうので、近くの町のスクイーンへ向かいます。そして警察署の檻に入る。すると、治療してくれます。そして治療が終われば出してくれます。面倒くさいですが、傷を負うたびにお世話になるでしょうね。そういえば警察署にはトレーニングダミーがあるんでした。これを使って戦闘能力を鍛えましょう。あれ？バーが全然動きませんね。あまりにも能力が低すぎて、トレーニングダミーでは鍛えられないようです。ですが戦闘スキルを鍛える方法は他にも考えてあります。そのためにもまずは隠密でうろうろして、隠密スキルを鍛えます。ついでにハイブを暗殺しまくって、暗殺スキルも鍛えていきます。17日目、隠密スキルが87になりました。ステルスレッグの補正があれば100になります。そして暗殺スキルも56まで上がりました。走り方もナルト走りになりましたね。それではまずはハブへ向かいます。ここにある忍び盗賊団のアジトにいるトレーダーからバックパックをもらいましょう。暗殺のトレーニングをしている隙に暗殺してやります。ほら、よし、周りにバレましたが成功です。それではバックパックを頂戴いたしまして、ドローンしましょう。脱出成功です。バックパックの性能が上がったところでお次は防具を調達しに、北東にあるバークへ向かいます。18日目、バークに到着しました。お目当ての品はこの貴族の家にあります。ピッキングスキルはマイナス100なのでドアを破壊して入りましょう。ここの侍が傑作等級の防具を着ているので、寝ている間に盗みます。侍が追いかけてきますが、ここで足を外しても逮捕されるのでダメです。ではどうするのかというと、水に逃げます。すると、追いかけてこなくなります。たった一人で水の中まで追いかけようとした貴族も、侍の無能っぷりに愕然としているようです。19日目、早速侍から奪った防具を着てみます。落ち武者かな？防御力も上がったところで、ハイブの村を攻撃します。戦闘スキルがマイナス100のジャコマンでは、全く歯が立たずにボコボコにされてしまいますが、これでいいんです。近接防御スキルは殴られれば殴られるほど成長するので、硬い防具を着込んでできるだけたくさん殴られましょう。ダウンしてしまいました。近接防御スキルは、あまり上がっていません。頭が丸出しなせいですぐダウンしたからですね。落ち武者スタイルじゃダメか。もっと効率よくボコられ続けるために、ベンドにあるアーマーキングのお店へ頭装備を取りに行きます。20日目、アーマーキングのお店に到着しました。この世界で最高の防具屋さんです。この侍の兜なんて良さそうですね。どこかの箱に入っているはずです。アーマーキングが付きまとってきますが、無視して物色しましょう。見つけました。それでは頂戴いたしまして、足を外しましょう。よし、これで兜を0円で購入できましたね。21日目、再びハイブの村まで殴られに来ました。防御に隙がなくなったので、たくさん殴られることができます。ザコマンの反撃だ。裸の相手を刃物で切りつけて0ダメージ？これはひどい。そして22日目、近接防御スキルが64まで上がりました。防御はこれくらいでいいでしょう。お次は攻撃スキルですね。いちいち殴られるたびに檻まで戻って治療してもらっていては時間がかかりすぎるので、自作サンドバッグを作って特訓することにしましょう。というわけでサンドバッグを作るのに必要なマシンの設計図を入手しに、南東にあるスキンハウス本部まで行きます。23日目、スキンハウス本部に到着しました。ここは人の皮を剥いで着る狂ったロボット集団、カワハギ盗賊のアジトです。その着るための皮を剥ぐマシンの設計図をボスのサバンが持っているので、寝ている隙に頂戴しましょう。メイトウの野立ちもいただいておきます。そしたらこのまま帰ってもいいのですが、こんな邪悪な奴らを放っておくわけにはいきません。滅ぼしておきましょう。ボスのサバンがいなくなればカワハギ盗賊は消滅するので、カワハギ機に入れておきます。このカワハギ機が便利で、こんな感じで手足をもぐことができるんですね。これを使って特訓用のサンドバッグを作ろうというわけです。24日目、ブラックデザートシティにやってきました。また騎士屋さんにお邪魔して、サンドバッグにつけるための義手をもらいます。そしてそこら辺の市民を気絶させて、拉致します。このスケルトンがサンドバッグになります。25日目、ハブへ戻ってきました。ここでその辺の市民を暗殺して、サビサビの刀をもらいましょう。これが訓練用の刀になります。それでは近接攻撃スキルのトレーニングをするために、北西にあるバーンの塔へ向かいましょう。バーンの塔に着きました。スケルトンを拉致したせいでバーンが怒っていますね。うるせえ。26日目、カワハギ機を使って拉致したスケルトンをサンドバッグに改造します。よし、完成です。あ
あとはこれをバーンの塔のスケルトンベッドに寝かせて殴り続けるだけです。サビサビの刀を使っているのでダメージも少ないし、そのダメージもベッドの効果で即座に修理されるので、サンドバッグが壊れることはありません。27日目、近接攻撃スキルが0まで上がりました。ですが寝たきりのサンドバッグ相手では伸びづらくなってきました。というわけで動くサンドバッグに改造しましょう。まずはサンドバッグに義手をつけて、持ち物を盗んでみます。すると、怒って上半身だけで戦い始めました。されるがままのサンドバッグと違って反撃してくるので、実際にこの戦闘力の相手と戦った時と同じだけの経験値がもらえます。しかもどう見てもベッドからずり落ちているのにベッドに寝ている判定なので、どれだけ殴っても壊れません。33日目、近接攻撃スキルが90になりました。器用さも90になり、刀スキルは87まで上がっています。かなり強くなれました。ではもうこのサンドバッグはお役御免でしょうか？いいえ、まだ使えます。今度はサンドバッグから義手を取り上げて暗殺トレーニングをします。暗殺の鍛え方はとにかく失敗することです。なのでこれを繰り返してもいいのですが、暗殺中に右クリックを連打するとたくさん失敗することができます。これを利用して暗殺スキルを100まで上げました。まだ使えます。今度は怪我したサンドバッグをベッドに寝かせてスケルトン修理キットを使って修理します。ザコマンに修理されると逆に壊れてしまいますが、スケルトンベッドの上なので大丈夫です。38日目、ロボット工学スキルが22まで上がりました。これで自分の足を自分で修理できるようになりましたね。さすがにもう使い道が思い浮かばないので解放してあげましょうか。それでは最後の特訓として医療スキルを鍛えましょう。というわけで北東のバストへやってきました。ここでは都市連合とホーリーネーションが常に争っています。傷ついた戦士を治療してあげましょう。五輪中です。ザコマンが治療をすると血が噴き出して死んでしまうので、自分ではなく他人を使って医療スキルを鍛えます。40日目、医療スキルが0になりました。ついに自分で自分の治療ができるようになりましたね。41日目、ハブに帰ってきました。これまでの特訓の成果を見てみましょう。どうでしょう？かなり強くなったんじゃないでしょうか。あんなに貧相だった体も、今ではこんなにたくましくなりました。それじゃあ、世界を滅ぼしちゃおうかな。42日目、ウェスタンハイブを攻撃します。刀は斬撃属性で軽装相手に強いので、サクサク倒せるでしょう。あれ弱くない？まともに戦えそうにないので、ウェスタンハイブの本部にいるハイブクイーンを暗殺します。そしてカワハギ機に入れます。ウェスタンハイブ終了のお知らせです。44日目、モングレルを攻撃と行きたいところですが、勝てそうにないのでリーダーのアークを暗殺しようと思います。邪魔だな。このハイブはモングレルにいるストーカーです。一緒に冒険したくてついてくるのですが、どう見ても暗殺の邪魔です。仕方がないので仲間にしてあげましょう。ほら、念願の大冒険だ。あらら、捕まってしまいました。ザコマンはピッキングスキルがマイナス100なので助けられません。解雇しましょう。バイバイ、ビープ。46日目、アークが寝ている隙に担いで誘拐します。そしたらポールに縛ってホグマンに与えましょう。それにしても全然勝てないですね。刀は怠慢には強いのですが、攻撃モーションの都合上、2人以上を相手にすると不利になってしまいます。どうしよう。そうだ、アッシュランド行こう。そしてラスボスを倒そう。はい。キャットロン、撃破です。そして最強の武器、フォーリングサンのメイトを入手しました。ですがフォーリングサンは重武器。刀スキルと同じようにまた鍛える必要があります。なのでスクイーンでサビサビの重武器を購入しまして、ブラックデザートシティでスケルトンを拉致して、サンドバッグに改造、ベンチにある虐待の塔へ向かいます。ここの最上階にスケルトンベッドがあるので、これを利用して重武器スキルを鍛えます。55日目、重武器スキルが80になりました。ですが筋力が全然足りません。なので金属の塊であるスケルトンを素手で殴って、左腕を痛めつけます。よし、左腕がボロボロになりました。そしたらデッドランドへ行って、酸を浴びます。すると、左腕がもげました。あとは義手屋さんで筋力に補正のつく義手を盗めば OK です。これで最強になりました。集団戦ではフォーリングサンを振り回し、強敵との対マンでは刀で切り刻む。隙がありませんね。ちょっとまだ筋力が足りていませんが、もう100日まで時間もないので、急いで世界を滅ぼしましょう。57日目、フォーリーネーションを攻撃。おう、さすが最強武器。パラディンをサクサク倒せます。この調子で後位神門艦セタと、後位神門艦バルテナを撃破。カワハギ機でとどめを刺しておきます。飢えた野党が飯をよこせと言ってますね。ほら。58日目、フォーリーネーションの首都ブリスターヒルを攻撃。パラディンを蹴散らしてから、リーダーのホーリーロードフェニックスを外までおびき寄せます。そしたら刀で怠慢。余裕の勝利です。これにてフォーリーネーション、完全終了。お次は都市連合。まずは各地にいる貴族たちを全員倒します。そして71日目、いよいよ都市連合のリーダー、
皇帝天狗との対戦です。いざ尋常に、勝負。はい。こうして都市連合は滅んでしまいました。72日目、最後の三大勢力、シェク王国を滅ぼしに、新たな首都スタックへやってきました。周りの雑魚はパパッと蹴散らして、腐敗の5人に守られたエサタをおびき寄せます。ハブまで釣り出せました。そしたら相手の武器にマイナス補正のかかる屋内で戦いましょう。おう、エサタが手も足も出ていません。刀はこのひるみはめが強いんですよね。あっさり撃破です。これでシェク王国も終了、と言いたいところですが、あと一手間必要です。スクイーンに新たなリーダー、向かいマウンテンが生まれているので、寝ている間にこっそり担いで、カワハギ機に入れましょう。これで今度こそシェク王国完全終了です。主要文明を滅ぼしてしまったので、今度は裏ボスを倒しに行きます。というわけで南東にある反奴隷主義者の拠点、スプリングへやってきました。反奴隷主義者はその辺を歩いているモブですら、このステータスです。ですが今回はリーダーのティンフィストと戦うことが目的なので、それ以外のモブは暗殺して、カワハギ機に放り込みます。ものすごい勢いで仲間が減っていることに、ティンフィストは全然気がつきません。さて、これで全部かな。そしたらいよいよティンフィスト戦です。とは言ったものの、まともに戦っても勝てないので、攻撃を移動で避けつつ戦います。はい。ティンフィスト、撃破です。これで反奴隷主義者もおしまいですね。あ、早速仲間が復讐しに来ました。さすがにこの人数相手は分が悪すぎます。足を外しましょう。77日目、もう一人の裏ボス、アーマーキングを倒しにベンドまでやってきました。アーマーキングももちろん強いのですが、ここにいるスラルが、ゲーム中最強クラスのステータスです。戦ってみましょう。勝てる気がしないですね。ですが打たれ強さ100なだけあってゾンビアタックは得意なので、2階にあるベッドを活用しつつ、少しずつ削っていきましょう。戦い続けること2日、ついにアーマーキングを撃破しました。やることがなくなってしまいました。やることがなくなった私は、わずかに残った都市や勢力を滅ぼし続け、94日目、なんと野生のアイゴアに遭遇しました。きっとカワハギ機で貴族にとどめを刺した際に湧いていたのでしょう。ですが今戦える体力じゃないので、自然回復するまで逃げます。アイゴアからひたすら逃げ続け、100日目、ようやく体力も回復したので、最後の裏ボス、都市連合のアイゴアと戦いましょうか。タイマン最強のザコマンが負けるはずありません。よし、アイゴアに勝利しました。これで彼のことをザコマンと呼ぶ者はいなくなったでしょう。だってみんないなくなってしまいましたからね。それじゃ、ここまでにしようかな。いいねやフォローしていただけると嬉しいです。ではでは、またね。バイバイ。